皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、中東情勢安定化に一歩前進というニュースを取り上げていきます。これまでも中東情勢に関しては、イスラエルとシリアを中心として動画を作ってきましたが、今回の話題はシリアです。シリアはアサド政権が倒れた以降、シャーム解放機構 HTS を中心として新政府発足へ向けての準備が進んでいます。今回は暫定大統領の就任が表明されました。HTS の指導者シャラー氏が大統領となり、暫定政権を引っ張っていくこととなります。このニュースに関しては一つ注意点があります。それは中東情勢に関して報道してくれる日本の報道局は少ないわけですが、その中でも一応報じてくれるのが NHK です。しかし NHK の報じ方は残念ながら信用できるものではありません。そのことを動画の後半で解説していこうと思います。シリア、包括的な政府樹立へ、暫定大統領が表明。シリアのアフマダ・シャラー暫定大統領は自由で公正な選挙が実施されるまで多様なコミュニティを代表する包括的な暫定政府を樹立し、制度を構築し、国を運営すると表明したシャラー氏は29日に大統領に就任。30日に就任後、初めて国民に向けて演説を行った。シャラー氏は29日の議会解散を受け、新たな選挙が実施されるまでの間、議会の空白を埋めるために小規模な立法機関を設立すると述べた。また、国民が国家の将来の政治プログラムについて議論する場となる国民対話会議の開催を準備する委員会の設置を数日中に発表すると語った。その後に憲法宣言が行われると述べた。新憲法を起草するプロセスに言及したとみられる。現在シリアでは、かつてのアサド政権下における憲法や議会、そして秘密組織や民兵組織など様々な組織について解体、そして新たな再編を行っているところです。これらの多くの職員たちがアサド政権の独裁体制下で人々の弾圧に加わっていたわけですが、少なくとも命令を受けていた一般的な職員たちについては、今のところ不問としており、その責任者についてのみが選別されて責任を問われる状態となっています。しかし、中には潜伏し捕まっていない人物なども多数いることから、シリア国内での新たな反体制派として、こうした旧アサド政権派の人たちの存在が出てきています。そのために気をつけなければならないのが、暫定政権をなんとか混乱、そして破綻させることによって、もう一回自分たちの権力を取り戻そうとする人たちです。特にその勢力に手助けをしているのがイランです。イランにしてみると、アサド政権は自分たちにとって非常に都合の良い存在でした。イランはお隣のイラク、シリア、そしてレバノンへと自分たちの勢力圏下にあるように振る舞うことができ、自分たちの対外諜報機関の要員などもそれぞれの国に派遣し活動させていました。特にイスラエルと対面しているレバノンのヒズボラに対しては影響力を強く持つためにも、その隣国であるシリアは重要な補給拠点の一つとなっていました。こうした関係上において、アサド政権が存続し続けることがイランにとっては大きな国益になっていたわけです。だからこそ現在の反政府軍が勝ってできた新しい政府というのは、イランにとっては非常にコントロールの効かない相手であり、これを何としても揺さぶっておきたいのです。彼らの狙いとしては、いっそのことをもう一回内戦が起きて、自分たちがつけ込む余地が生まれ、さらには自分たちが傀儡とするような勢力がシリアをもう一度統治してくれれば、それが一番良いと考えていることでしょう。そのために現在イランの工作機関が行っているのが、暫定政府によって国民が弾圧されているというプロパガンダです。しかも悪いことに現在の日本においては、まず第一にアサド政権を支持するという学派があり、残念ながらそれらの人たちは大学教授であったり准教授であったりフリージャーナリストといったような形でアサド政権を擁護支持する活動を現在でもなお続けています。政権がすでに倒れたにもかかわらず、これらの人たちが未だにそのような活動をしているのは、もはや自分たちが信じ込んでしまって洗脳状態にあるのかもしれません。しかもそれが悪いことに NHK の報道にもかなり強く影響を与えており、現在でもなお暫定政府に対してはイスラム過激派といったような表現などを行うこともあります。ちなみに現在の暫定政府に関しては、周辺国では
トルコやカタール、サウジアラビアなどが暫定政府の発足にお祝いを述べており、カタールの国家元首がシリアに来訪し、シャラー氏と対談を行っています。また、シャーム解放機構 HTS に対しても、2016年まではアルカイダとの関係があったことからテロ組織指定といったものが行われていたのですが、2016年を境にして関係を断ったこともあり、現在では実質的な影響はもはやなくなっています。さらには国際情勢の変化に伴ってテロ組織指定を解除した国があります。それがロシアです。ロシアの場合だと、自分たちの国益をもう一度シリア国内に取り戻したいとして、テロ組織指定を解除し、シャラー暫定大統領との会談を望んでいます。ロシアの望んでいる要求というのが、シリア国内におけるロシア軍の地位をもう一度取り戻したいというものです。アサド政権下においては、空港と港、そして各地の基地に兵士もいくらか置いていましたから、それらの状態をもう一度お願いしたいというわけです。しかし、アサド政権と共に活動してきたロシア軍は積極的に反政府軍に対する爆撃を行い、一般市民も含めて殺害してきました。そのため、暫定政府側の要求は、ロシアに対する賠償の要求を行っています。ロシア軍が爆撃し、多くの人々が亡くなった。その爆撃に伴って、シリアの国土が荒廃したのだから、ロシアには復興のためにお金を出す理由があるはずだというわけです。この話についてはちょっと危険性を含んでいるものだと言えるでしょう。ロシアとしては自分たちが中東の拠点として空港や港を使いたいという思いがあり、お金で済ませるのであれば、もしかしたらそれを飲む可能性があります。今のロシアには余裕がないことは確かなのですが、しかし約束だけして実際には物を渡さないという形で話だけまとめるといった手法などもあり、決して油断できるわけではありません。今のところ、タルトゥース港からロシア軍の軍装備品は引き上げてはいるのですが、空港だけでもなんとか残したいと思っているかもしれません。話は少し戻って、日本国内でのこのシリア問題についての注意点を述べておきます。日本国内においてアサド政権を支持していた学派があり、その学派がまた NHK に対して強い影響力を持っていることから、NHK が旧アサド政権側、そしてイラン側の視点に立って HTS 暫定政府に対して攻撃的な報道をする危険性があります。例えばすでにそれは現れていて、NHK の BS 国際報道はイランのプロパガンダ丸々そのままをあたかもシリア国内での実際に起きた出来事かのように報じており、完全なデマに引っかかったというようなことが指摘されています。具体的にどのように NHK が問題報道をしたか、フリージャーナリストの黒井文太郎氏は NHK の情報源について問題ありとしています。NHK がシリアの SNS ではこうなっていますよとして放送したチルドックとかいうアカウント X では今年1月開設で、なんとフォロワーはたったの6アカウントしかありませんでした。なぜこのように非常に極端についさっき作ったばかりぐらいな感じのところをあたかもシリアの言論空間全体の出来事のかのようにして報じるのか、この選び方そのものが非常に問題があります。このため黒井文太郎氏は NHK はシリアに関してはデマに引っかかりすぎだと述べています。現在イランはシリア国内の暫定政府の行動に問題があるというような情報工作を行うために急いで多数のアカウントを作り、それらでプロパガンダとなるフェイクニュースやデマなどを量産しているところなのです。しかしこの問題ほとんどの人にとってはシリアに関心がない人が多いといったこともあり、こうした NHK の報道のミスについては話題にすらなっていないのが現実です。NHK が報じるべきなのは、これまで情報封鎖されていた中で行われていたアサド政権による国民弾圧でどれだけの人々が拷問や殺戮されてきたかについての詳細を調べ上げることでしょう。そうした問題については過去のことだからと無視して、現在の暫定政府の旧アサド政権の拷問実行者たちを捕まえる運動についてこれに反対するような意見を述べる方がよほどいびつな報道だと私からは見えます。現在中東情勢はイスラエルがハマスとの間における停戦を行っており、その上シリアにおいてもアサド政権が倒れることによって状況が変化しています。この変化に伴って中東の地政学上のリスクが低減すれば、それは日本にとっても良い影響を与えるものです。というわけで今回はシリア情勢の変化について解説しました。
そして NHK のシリア情勢についてのお話は結構疑ってみないといけないっていったことについて皆さんにお伝えしました。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。